ほとんどの人がまっすぐ座ってるつもりでこんな感じです。ケツの座りの悪い、ケツの座りの悪いと書いて、飽きたでしょこれ、このくだり。だがしかしこれね、マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。さあやってまいりました、レンタルバイク出たもの勝負の時間です。そしてですね、マサチャンネルが今一番乗りたいバイクを紹介します。ホンダ ADV160 です。いや実はですね、いつものレンタルバイク出たもの勝負と違う趣旨でやってます。どういう趣旨かというと、この前ですね VFR800X で500マイル走りました。埼玉県からですね島根県の出雲大社まで800キロ走りました。そこからスーッと帰ってこれましたね。さすがアドベンチャーだなって思ったんですけども、 800cc です。しかもめちゃめちゃスピード領域の高い車両です。でもアドベンチャーと名乗っているバイクなら排気量関係なく500マイルいけんじゃねえのっていうのをですね、ちょっと試してみたかった。でアドベンチャーバイクで一番排気量ちっちゃい何かなって思いながら高速乗れるバイクね、真っ先に思い浮かんだのはやっぱこれなんですよ。 ADV160。 前からね私の動画を見ていただいている方は分かると思うんですけども、私はですね XADV を所有しておりました。過去形なんですけどね、実はこれももともと ADV150 の時代あれに乗ったんですよ。ちょっとね惚れてしまいました。その後にコメントでですね、150乗ったんなら兄貴分の XADV も乗ったらどうですかって言われて、で勘違いして買っちゃったんですよそういう経緯があります。でですね PCX160、 これと同じエンジンのね160は乗ったことあるんですけども ADV160 は今回が初めてです。ちょっとねここまで600キロ走ってきてます。さらっと来れちゃうね、やばいね。そちらの動画、アドベンチャーバイクなら 160cc でも500マイル走れるんじゃねっていうタイトルになるからその辺のタイトルになると思うんですけども、その動画は別で上げておりますので、まずはですね、足つかないとか噂ないですか。なのでマサチャンネルが足つきチェックしたらわかるんじゃないかなということで、お待たせいたしました。全国2万人のマサチャンネルファンの皆様、この時間がやってまいりました。マサチャンネル足つきチェックの時間です。そしてマサチャンネル本日のスペックを紹介いたします。身長164センチ、体重58キロ、ベスト体重でございます。そして足つきに大きく影響すると言われております。こちら、股下は 76.5 センチとなっております。同じ身長の人に比べると少しだけ長めというところになっております。ではね、時間もないんで早速またがります。シート高は 780mm と数値的には低いんですけれども、スクータータイプです。なのでかなり横幅が広いです。座面はそんな広くはないんですけどね、座面っていうのはここの角までね、シートはぐーっと大きいんですよ。だけどここまでは、この辺は広いですよ。この辺はやっぱり足つきに考慮されていると思います。かなり削られています。なのでまずねまたがっています。そうそう、ハンドルカバーとかついてますけど、これはちょっとね今日寒くてつけさせてもらいました。電熱も何も入ってないんでね。ではまたがっています。せーの、よいしょ。めちゃめちゃ座り心地がいいです。ただ若干硬めなのかな。
XADV の方が硬いかもしれない。こっちの方が少し柔らかいかもしれないね。ちなみに600キロ走ってお尻が痛くなったかどうかはそっちの動画をね見ていただけると分かると思います。概要欄に貼れれば貼っときます。この状態でシート高 780mm のそんなね高くないんですけれども、高いという噂じゃないですか。左足どうなってるかっていうと、もう膝が曲がってかかとまでついてる状態です。本当に足つき悪んかいなこれみたいな感じなんですけども、起こしてみます。130何キロしかないから多分めっちゃ軽いから手なしで反動なしでも起きるはずなんですけど、起きますね。軽い。この状態で足を踏み替えます。スタンドを払うためにちょっと握らさせてもらいますよ。ハンドルまっすぐ。そしてですね、この辺に座ればこれはもう確実に足つきはいいんですよ。細いから。だけど順行時に座るケツの座りのいいところですね。ケツの座りの悪いところじゃないですよ。ケツの座りの悪い、ケツの座りの悪いと書いて飽きたでしょこのくだり。ではケツの座りのいいところに座った状態で足を踏み替えます。3、2、どうですか。スタンドを払っています。スタンドはねもう立派な書印があるので、ヒゲっていうかこの字のやつ、これはね簡単に払えますね。そしてこのね足つきを見てほしいんですよ。足がまっすぐ降りないの分かります？こういう風になりますね。これはシートが幅広だからなんですね。これは前から言ってるように、僕の動画見ていただいている方は分かるんですけど、骨盤をこう立ててもあまり変わらないんですね。逆に前の方に座って細いところに座るとこうまっすぐ降ります。ここに座るとどうしてもこういう角度になりますよね。でここの座りのケツの座りのいい場所の場合にはいくら骨盤を立てて一生懸命やったからってかかとは厳しいですね。ただ土踏まずに近い母子球と言われているところがですねついてますから非常にね踏ん張れます。しかも軽いです。とにかく130キロ台ですからそんな心配いらないかなと思うんですが、これちなみにここね前の方にスッと、女の子とかで身長が低くてちょっと怖いなっていう方はね止まる時にスッと前に出てもらえばもう僕の身長でもかかとです。で骨盤を立てればしっかりこう足がまっすぐこう出てるのが分かると思うんですね。怖い人はここでいいと思います。ただ通常ケツの座りのいいところで乗るとこんな感じ。ここで両足つくとさらに悪くなる。でもね母子球がついてる、つま先ちょんちょんではないですね。なのでそんな怖くないかなとは思うんですけどね。ちなみにこれも前に行ったらもう両足ついちゃいますね。これがねスクーターのいいとこなんですよね。シート高は低いけどどうしてもね足つきが悪い場合には前に座ればいいっていう感じになります。ではねせっかくまたがったんでセンタースタンドをかけてみたいと思います。まずねセンタースタンドはこれはね体重です。ですので私は数々のバイクのセンタースタンド苦戦しております正直苦手です。ただね130キロですよ。130キロでそんなにかなと思うんですけどね。ちなみにやっぱりスペースがないので足はこう入んないです。ちょっとこういう感じにしないとつま先がこうなんだろうね駆動系に当たっちゃいますね。ではいきますよ。あ、これはねぶっちゃけクロスカブレベルです。もしかしたらクロスカブより軽いかもぐらいです。よいしょ。もう一回やりましょうか。せーの。あ、これは普段こう持ってこううーって引っ張んないといけないんですけど、もう変な話引っ張んなくてもいけるぐらいじゃんこれ。あ、引っ張んないと無理だ
引っ張らないと無理だけど、乗っかって、今乗っかってますよ。これね、ヒュッて引けば、相当軽いですね。これはでもね、女の子どうなのかな。結構軽い女の子はきついんじゃないかなと思ったりとかもしますけどね。ではポジション、これもね、一番ケツの座りのいい場所に座っております。っていうのはですね、スクーターって前にも座れる、後ろにも座れる、足は前に出せる、後ろにも出せる、しかもこれタンデムステップあるからタンデムステップにも乗っけられるんですよ。っていうぐらいめちゃめちゃポジションの自由度が高いんです。これがね、スクーターが長距離でも疲れないっていうね、要因の一つだと思うんですけども、まあでもここら辺だよっていう、こう足を置く場所を要求されてます。そして自然に座りのいい場所に座ります。ここに座ってねっていうのを要求されてます。この状態で背筋を床と垂直、そして手を伸ばします。このまま下ろします。ちょっと見えないんですけど、これでグリップが手に当たってる場所はなんとちょうどここの手首と手の間、ここに当たります。ってことはですよ、ちょっと見えないんですけど、握ったらここです。ここでグリップされてます。すごくないですか？めっちゃ近い。だがしかし僕はちょうどいいんですけど、例えば背が175、僕よりも背10センチぐらい高い人から以上は多分ちょっと窮屈って感じるかもしれないですね。こんな感じです。でこれで足を前に出すこともできる、後ろにこうすることもできる、まあこの幅でもね、こんだけ動けますからね。で前も後ろもいけるわけですよ。こういうね、ポジションの自由度、これが素晴らしい。これがスクーターの一番いいところです。だがしかしこれね、僕はお尻全くこのバイクは痛くならないんですけど、痛くなっちゃう人いるんですよ。どういう人かっていうと、こういう人です。ちょっと僕だとなんないでちょっと前座りますけど、こういう人だから、背の高い人に多いんですよ。背の高い人こう下がっても手が長いからこういう感じになるじゃないですか。こう猫背になると、実はね、ここのタンデムシートのこの境目のこの盛り上がってる部分、ここにね、尾てい骨がぶち当たるんですね。こういう感じに。でね、一瞬楽なんです。楽なんですけど、これでいくとちょっと走るとですね、このね、尾てい骨周りがめちゃめちゃ痛くなっちゃって、お尻痛くなっちゃったっていう感じなんですよ。で結構ハンドルね、近いはずなのに意外とハンドル遠いなみたいな感じる人、この人はこういう姿勢になってます。で俺はなってるわけないじゃん、そんなまっすぐ立ってるよ、まっすぐ座ってるよって思うじゃないですか。びっくり。ほとんどの人がまっすぐ座ってるつもりでこんな感じです。俺まっすぐ座ってるよ。これはね、やっぱりね、体のそのどうなってるかっていうののイメージと実際が違うっていうことと一緒なんですよ。まっすぐ手をこう開いて鏡で見たら右が下がってたり左が下がってたりとかするじゃないですか。それと同じです。なのでほとんどの人まっすぐってこういう感じのイメージしてると思います。でも実際はまっすぐってこういう感じですよね。なのでお尻が痛くなっちゃう方は、特にこの尾てい骨が痛くなっちゃう方はこういう姿勢になってるんじゃないかなと思うので、ちょっとね、ショーウィンドウとかで自分の姿勢を見てチェックしてもらうといいかなというふうに思います。極めてね、楽なポジションですね。はい、というわけでね、 ADV160 足つきポジションチェックいかがだったでしょうか。ちょっとね、ごめんなさい、本当は取り回したいんですけどちょっと時間ないので、取り回しね、130キロ台のバイクですから、全然問題なく取り回せると思うので、ちょっと割愛させていただきたいと思います。このバイクね、実際ね、気になってる方たくさんいると思うんですよ。高速乗れる小型のアドベンチャー、もう唯一無二ですよね。しかもスクーター、ちょっとここまで乗ってきた感覚としてはもうね、やばいですね。ハマりそうです。ただセカンドバイクとかならいいかな今と思うんですよね。街中最強だしね、もうスタートダッシュなんて本当鬼いっぱいだし。そしてですね、 ADV160 に関しての動画はですね、高速道路、これ120キロ出るかどうかっていうのを試しました。それからワインディング、
そしてこのですねポジション、足つきチェック、それとアドベンチャーバイクなら排気量関係なく500マイルいけるでしょっていう動画になります。概要欄に全てリンクしてありますので、ご覧になっていただけると ADV160 に関してはほぼほぼわかるんではないかなと思います。そしてだ、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。そしてですね、レンタルするのにですね2万以上かかります。それをですね今年なんと20台ぐらいレンタルしてしまいました。破産です。なのでですね、ぜひ皆様のチャンネル登録をお待ちしております。マサチャンネルを助けると思ってチャンネル登録をお願いしたいと思います。私はですね、可愛くて映える女の子のですね YouTube が大好きです。それはですね、あなたも同じはずです。ですがおっさんも頑張ってるんですよ。なのでですね、ぜひご協力をいただけたらありがたいと思うんですけども、よろしくお願いします。